はい、魚座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は3月25日の繁栄月食から4月9日の皆既日食までの2週間を星の解説を踏まえながらタロットを見てみたいと思います。よろしくお願いします。はい、では早速いきますね。私の方でやってるメンバーシップにご興味ある方はぜひ概要欄から詳細ご覧ください。今年に入ってからね、リアルイベントを増やしています。4月も5月も東京でリアルイベントもやりますので、ご興味ある方はどうぞ。そしてまたね、そういった勉強したいとかそういうのではなく、情報だけ欲しいよという方は LINE のLINE フレンズっていうね、メンバーシップもあるんですけれども、そちらは新月とか満月とかそういった何かここはっていう時のエネルギー解説をお送りしていますので、どちらの方でもご興味ある方はご登録お待ちしております。では行きましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。どうでしょうか。ソード8、節制逆、ソード7、カップ4、鳳凰の逆、ペンタクス6、ソード2、気をつけることや対策はエンペラー、皇帝とペンタクス2と、オラクルはじゃん、ワンド4、よかった。そうですね、どうでしょう。3月の20日以降っていうのはちょっと感覚がね敏感になっている方も多いかなと思うんですね。ですので、ちょうど今花粉の季節でもありますけど、いろんなことに敏感に体もだし気持ちもだし、何かこう細胞もね反応しやすい時なのかなと思ったんです。でもその敏感に何かに反応しやすくなるっていうのは良くも悪くもなので、悪く出ると他者のなんか言葉とか他者のエネルギーに敏感に自分が反応するということもあるんですけども、逆にすごくこう自然の美しいエネルギーだったり、美しい音楽だったり、なんか心地いい人だったりっていう何かいいものもすごくそこに同調してね反応しますので、ぜひ優しいエネルギーに同調してほしいなという感じがします。星で言うとちょうど3月4月3日あたりっていうのはものすごく優しいエネルギーがあるので、それを魚座の皆さんは本当ふんだんにね感じられると思います。でちょっと今自分に制限かけてるなっていう方はその制限も含めて自分を癒すっていうかね、自分を認める癒すっていう風に意識していただきたいなと思いました。これ4月3日前後です。でそれからもう一つね、4月の2日から4月の25日まで水星が逆行するんですね。でこの水星逆行っていうのは魚座の皆さんにとっては自分の価値とかお金のこととか、自分が日々どれだけ稼いでるかみたいなことにも意識が向きやすくて、この時っていうのは考えが行ったり来たりしやすいので、これだけお金を稼げるかなっていうことをすごく考えたら、いやこんなに出費があったとか、そういうなんか行ったり来たりする思考になりやすいのでね、そこだけ注意してください。現実的には交通手段が乱れやすかったり、メールが届きにくいとかね、コミュニケーション誤解が起きやすいっていう時なので、みんながそれを気をつけて余裕と確認を持って行動すれば全然問題ないので、なんだろうな、特に魚座の皆さんにとっては自分の価値を見失わないようにねしてくださいね。この時期ね、そういう考えがそういうふうに行ったり来たりなりやすいっていうことですね。でもどうですかね、3月のちょっとカードで見た時にやっぱりまだちょっと自分自身を縛っているエネルギーがあるのかなっていう感じがありまして、これはもう物理的にもだし精神的にもだと思います。物理的にはね、例えば忙しいとか時間がないとかそういうこともあるかもしれないですけど、または精神的にもね、なんか余裕がない感じがあるんですよね。しんどいなみたいな。例えばですね、本当に病み上がりとかちょっと体力が低下している時って普段だったらシャキシャキできることもだるいなってなるのは当然のことなので、あんまりそこを責めないでほしいんですよね。ただちょっと体調とか引きずってるのかなと思ったとしても、でも3月の23日以降ですね、火星というバイタリティとか勇気とかやる気みたいなものが魚座に入ってきているので、これはプラスに活かせると思います。なんかやっと体力回復してきたとか、やっとやる気になってきたとか、なんかそんな感じで使えるかなと思いますよ。
ただちょっと何か気にしてるんだなっていう感じがあるんですね。何かこうなんか目標を立ててそっちに行くっていうよりは、その目標自体はあまり立てたくないみたいな感じがあって、ちょっと流れのままに行きたいんだっていう感覚もあり、流れのままに行くって言いながらもなんかそうしてる自分は誰かに批判されないだろうかみたいなことを考えて、ちょっと後ろめたい気持ちになったりとかして、少しやっぱり揺れてるなって感じがあります。人間誰しも揺れるものですけれども、揺れたとしても戻る、揺れたとしても戻るみたいな感じでね、自分自身を心地よい状態に保つように努めてくださいね。で、気持ち的にもね、なんだか今こうちょっと刺激が薄いっていう感じがするんですね。でもこれはおそらく魚座の皆さんだけじゃなくて、結構他の星座もそういう感じがいっぱい出てて、やっぱりね、月食とかね、皆既日食っていうのはエネルギーすごく強いんですね。で、特にその月食から日食までの間っていうのはもうなんかどれだけ外せるかみたいな、いろんなものをそぎ落とせるかっていう感じの時なので、なんか前向きにルンルンって進んでいくっていうよりも、なんとなくしんどいかなみたいな感じでこう行く時なので、あんまりそこで頑張れてない自分を責めたりとかせずに、今こういう時だよねって、だからもうゆっくりしながらいらないものを整理していこうみたいな感じがいいような気がします。強い刺激を求めすぎないということですね、この時期は。そして何かこういうちょっと悶々としてるような感じの時ってね、何かに手を出したくなるんですけど、ちょっとそれは注意かなって感じがします。なんかその何に手を出すかって言った時に、刺激を求めて何かに手を出すような感じがするので、それがすごく合法でね、本当にちゃんとしたものであればいいんですけども、何かリスクがあるようなものに手を出しそうになって、そのドキドキ感を刺激にしてるような感じもあったので、そこはちょっと注意してくださいね。それだけでも刺激を求めるっていうのはちょっとやる気になってきたなっていう感じでいい感じですけれどもね。ワンドの8ということで、やっぱりエネルギーどんどん湧いてきます。ここから今なんとなく低迷みたいなのあったとしても、どんどん動き始めます。いいじゃないですか。エンペラー2枚も出てますね。いいご自身が自分のことをどう思っていようと、やっぱり流れ的にはね、ちょっとこう動き出してるんですよね、今。特にこれは4月の9日以降っていうのはもうどんどん活性してくる感じがあるので、それまでは少しちょっと削いでいくみたいな感じあるかもしれませんが、でもね、魚座の皆さんようやく火星というバイタリティもやってきたし、自分の価値さえ見失わなければ動きは速くなってくるって感じがします。なんか自分が決めてそういくっていうよりも、もう流れが速くなってそこに乗っていくしかないみたいな、なんか引っ張られていくっていう感じがしますね。で、その流れの中で自分の本当の強さ発揮できますよっていうふうに出てるので、これは自分が経験上得たことや自分の感覚っていうものを使って他者に貢献していったり、他者を助けたりっていうのができるのかなって感じがあるんです。そしてすごくこれはビジネスにもつながりますし、ビジネスじゃなくても誰かのためにやってあげるっていうような魚座の皆さんがね持ってる特有の優しさっていうのもどんどん出てくるなって感じがしますよ。で、それが本当に役に立ってるのかどうかとか、良かったのかどうかっていうのをなかなか自分で認めにくいって感じがありますね。でもすごく際立っています。ここでエンペラーが2枚も出てるので、エンペラーっていうのは本当に強いもう強い愛とかもそうだし、自分の生命力とかもそうだし、自分がこれまで仕事としてやってきたこととか、誇りに思ってることとか、自分の強みっていうものがすごく急になんか引っ張り出されるみたいな感じがあります。引っ張り出される。なので流れに乗って、そこに対応していくと自然とそういうの出てるんだろうなっていう感じがありますし、それをその魚田さん特有のセンスだったりとか、その強みっていうものを欲しがってる人がいるって感じがするんですよね。なのでその人たちに分け与える、もしくは仕事として携わるとか、何かやってあげるっていうことで実際はすごく喜ばれてます。喜ばれてるんですけれども、なぜか魚座の皆さんは、これでよかったのかなみたいなことを思ってる感じがするので、もっともっと自分のことをね認めてください、ぜひ。そしてオラクルがワンドの4ということですごく穏やかないい関係性がありますね。こういうようないわゆる穏やかだし、ほのぼのしてて、自分は受け入れられてて、自分も相手に対して何かしてあげたいという気持ちがあり、そこには調和があるっていうエネルギーなんですね。この調和の中に魚座の皆さんいるんです。今
流れ的には4月9日までちょっとなんか水面下でそぎ落としていくっていうことだったとしても、でも基本は調和の中にいるんです。これを忘れないようにしてくださいね。いい、これはいい。そしてすいません、ちょっとセラピーカード見てみます。お仕事でも、先ほど言ったような、なんか自分はもっと頑張りたいけどちょっともう今余裕がないみたいな感じかもしれないし、もしくは自分で自分に許可を出してないって感じもあるんですよね。理想が高すぎるのか、もっとこうでなければこうしちゃいけないみたいな思いがあって、ちょっとあれですね、さっき最初に言った何かに手をかけそうみたいな感じがあるんですけど、もう一つの意味としては、いつまでたっても自分を王道に乗せないみたいな感じがあります。何言ってるか分かりますかね、これ。なんか、今例えば自分はやってることがあるとします。でもこれはなんか仕方なくやってるんですとか、本当はやってるのがこっちにあるんだけど仕方なくこれはやってるから自分の本業じゃないんですとかね、何か違うもののなんか隙間でやってるんですとかっていう形で、いつまでも自分で自分がやってることを堂々と道の真ん中に置かないみたいな感じがあって、それも、もう手放していいんじゃないかなって感じがします。例えば生活の中で、お仕事してたとしても、会社員に例えばされてるとして、でも副業で何かしてるとして、本当は副業の方で楽しくやっていきたいんだけど本業の方があるからこっちのことは内緒にしとこうとかっていう、よくある話だと思うんですけど、別にそれはこっちの世界ではこれが王道、こっちの世界ではこれが王道みたいな形でいいと思うんですね。何もどこかで自分を100% これで大丈夫ですって言えてないみたいな感じがちょっと感じたので、そこだけもったいないなと思ったんです。どのような状況であったとしても、その状況の中で魚座の皆さんのセンスだったり優しさだったり、生きてきた誇りだったりっていうその感覚っていうものを欲してる人がいるって感じがするので、それをねやっぱり惜しみなく出してほしいし、せっかく出したんだったら自分でそれに対して自己ジャッジせずに、出せてよかった、自分も楽しかったっていう形で収めてほしいなって思いました。理想の世界にあまりこだわらずにね。はいなのでね、人間関係はいいです。さっき言った調和の中にいるから、すごく何かをしてあげるとかしてもらうとかっていうエネルギーもとてもいいですね。例えばですけど、恋愛とか特別なパートナーシップ、ビジネスでもすごく、例えば2人で仕事を立ち上げたとか、そういう何か特別な絆で結ばれてきた人に対しての、その関係性がこれからどうなるのかっていうことを心配されている方に関しては、答えちょっと待ってくださいって感じがします。その答えっていうのはもうこの2人の中だけじゃないみたいな感じがあるので、それこそ周りのねエネルギーとして動きが速くなってくるので、まずそっちの流れに乗っていってくださいと。答えを出したり決定づけるというよりは、状況が流れていっているんだよっていうことに自分も乗っていってほしい。その中で自分が今まで経験した中で培ってきたさっきのセンスとか強さっていうものを他者にでもそうだし、またその人にでもそうだし、出せるチャンスがあるなら出してほしい。そうやっていくんですよ。で、答えとかなんか形っていうものはこの時期あまり追い求めないでくださいって感じがしました。なぜならばその過去の強固な2人の関係性がどうであろうとも、今は全体的に調和のエネルギーがあるから、その中でここだけはダメとかここだけはいいとかっていうふうにカテゴリー分けして自分で答えを出さなくてもいいよっていうことだと思ったんですね。ちょっと気をつけることを見てみます。ヨガの皆さんね、はい罪悪感っていうカードが出てます。そんなに自分で自分を追い込んで重荷を背負わなくてもいいよっていう感じが出てますよ。無理、こんだけ頑張ってるからっていうことを自分に言い聞かせたいのかなっていう感じもしますけど、どうしたらいいの？対策はリーダーシップということで、やっぱり流れに乗ってください。
今流れ来ますから、急にというかね、流れ来ますから流れに乗ってください。でその中で自分なりの意見や自分なりの提案っていうのをしていってください。その方がうまくいく気がします。そしてこの2週間与えられるものはアバンダンスということで、なんかこの続きって感じがするよね。リーダーシップ発揮したらアバンダンス入ってきた、言ったものが入ってきたみたいな、そんな感じですね。そして最後は清らかさということで、よかったですね。ここでね、自分で自分を縛っていた思考からようやく解放されるみたいな感じが出ています。よかったね。はい。ということでね、ここまでなんです。最後にちょっともう一枚だけオラクルカードを引かせてください。ちょっと春なんでね。ちょっと待ってね。オラクルカード。オーダーの皆さんね。はい。チャンスっていうカードが出ています。このカードね、よかったら皆さんもじっと見て、自分なりにどんな直感が湧いてくるのか、どんなメッセージを受け取れるのか、ぜひ受け取ったらコメントで教えていただけると嬉しいんですけども、